GP を作り始めた時っていうのは、当時うちの主力だった DP っていうその後から言うとマイコンとかミニコンとかワークステーション向けの、ディスプレイというかグラフィック端末がパソコンに押され始めてたんで、産業用途で一番使われてるコントローラーなんだ PLC だ PLC 向けのマンマシンインターフェース、当時はまだマンマシンインターフェースって言ってたんで作りたいということで始めたのが PLC はじゃあ何なのっていう分析をすると、それまであったリレーシーケンスをソフトでできるようにしたものが PLC、 要はプログラムブルーロジックコントローラーということでラダでシーケンス組める、ソフトでシーケンス組めるようになったっていうのがあったんで、じゃあリレーがソフトでできるんだったらスイッチとかランプもソフトで配置できてソフトで配線し直しができればすごく相性がいいものができるということで PLC 向けの HMI というんだった。本当の意味でイノベーティブやったって僕が言い切れるのは、自分で思ってるのは、それまで PLC 要は PLC のエンジニアの人って制御盤っていうか画面を、特にねコンピューターグラフィックスの画面を自分で作って制御盤にできるなんてイメージ持ってる人一人もいなかった。違う世界のもんやと。例えばそれスイッチとかランプとかじゃなくってそういうもんで作りたいなと思ったら外注頼んでたからね。それを PLC エンジニアがそれを作れるようにしたっていうのが一番大きいでかいんちゃうかなと思うんだよね。当時売り始めて、ね、PLC のプログラムを組んでもらってサンプルラダーっていうのを当時やってて営業まで教えてて、全員そのラダー組めるようになって、それを代理店に教えたりとか営業にお客さんに教えたりとかして、こうやってやったら通信できるんですよっていう売り方やってて、すごく大変だったのね。なんかこれ自動にする方ないのと思ってたんで、逆にたまたまその通信上位通信ユニットみたいなのを大野さんのマニュアルとかじっくりこう見てる時に、あ、こんなのあるとか思って、これにパソコンからデータを与えるとデータが返ってきますって書いてあったから、いやじゃあパソコンの役割 GP に置き換えて GP が問い合わせしたらデータが返ってくるみたいなことが自動にできるんじゃないのと思ったの最初営業が逆にコスト的な要因で、それはやっぱりまだ早いんじゃないのとか、100% の反対じゃないけどやっぱり、ちょっと早いんじゃないのとか、とりあえずダメっていうことでもどうしてもやりたかったんでね、やらせてよということで決定会議みたいな、たまたまそういうプロジェクトのメンバーだとか入ることができたんで、決定会議の席でぜひやらせてくださいと。当時の社長がね、じゃあ2週間ぐらいあげるからその技術1人だけついてなんかプロタイプ的なものをやっぱりね実際評価するためにやっぱりこうやってみることが大事でしょ。コミュニケーションやから結局思いがあってコミュニケーションして合意できたらやるっていう話になるから、そのためにはやっぱりそういうプロタイプってすごいいいツールでしょ、コミュニケーションのための。だからやろうかっていう話になって、8ビットマイコン用の開発環境、プリンターがついてた開発環境マシンを使ってデモ機を作った。でその開発環境機がデータを受け取ったらプリンターに1行だけピッピッピッとデータレジストの0番のデータを打つっていうプログラムだけ作ってで見せたの。でそのデモを見せながらそのプリンターの打ち出しを指さして、ほらこれが棒グラフに見えてきません、これ数値表示に見えてくるでしょ、これ折れ線グラフに見えてきましたよね、これになるんですよと。ユーザーが何のプログラムも組まないでもこんな風に GP の画面がダイナミックに動くんですよ、これなんですよ、これやったらみんながびっくりしてくれます。うちのね経営者はその時やっぱりね勘のいい人ばっかりだったからね、そのプリンターに文字打ってるだけのデモを見てもね、その GP がどう動くかっていうのは想像できるノウハウを持ってたんでね、みんな感動してくれたね。だからこういう本当にアイディアが受け止められた時に始まることなんだけど、もうそこから喋らなくていいの。その人たち見てる人たちだけで話し始める。これってこうなるよね、ああなるよね、こうなるよね、これだったら勝ちね。もういらない、何にもいらない、説明いらない。で GP の画面を投射してでエディットするのね。当時はパソコンでエディットしないでセルフエディットだったんでセルフでエディットするんだけど、こうなんかエディットするでしょ。この棒グラフに
デージの100番のデータをアドレスしましたっていう設定だけを目の前で見せて、で PLC とプチッとつなぐと、そしたら棒グラフが急にヒューって動くんだよね。拍手出たもんね、お客さんから「おお」とか拍手とか、ああいうなんか歓声というか、もうため息に近い歓声というか、あれは何回かしか経験したことないけど、すごい感動的だったね。こんな言い方でも言うのか分からんけどね、社会人になる時に一個だけ思ってたことがあって、どうせそのメーカーに入ったんだから、俺が生きた証を爪痕少しだけでも残して死にたいなと思ってたけど、それを許してくれる会社っていうのは存在したっていうことが残せる環境を与えてくれたと思う。まだまだ残したいけどね。ProFace, for the best interface.